G41 任務の時は安全第一にな。ご主人様、ご主人様。押し付けのやつだめ。やったわね。まあまあ、ここは私が。これをお願いしますね。まだ運転中おい、だぞ。まさかよ、あの赤い帽子。赤ずきんちゃんか何かか。よくもご主人様の帽子を。あっちゃ。許さない。敵を発見、排除します。フェアリー、行きます。逃しません。ご主人様、私の勇姿をどうか見届けてください。失敗はしません。見ていてくださいね、ご主人様。よし。コンコーン、私ならここです。早くご主人様の元に帰りたい。シャキッとせんか第二勇者。はい、では私が運転しますね。待って、うぬじゃブレーキに足が届かぬだろう。あれは踏み間違えただけです。トゥーさん、フェアリンをなんとかしてくれ。やっとご主人様のもとへ帰ってこれました。ご主人様のお力になれるようもっと頑張ります。もっともっともっと褒めてください、ご主人様。ついに G41 がドルフロニに登場します。フェアリンは3属性アタッカーです。ウェルロットに続いて3人形が追加されました。公開されている情報にはバフやデバフの具体的な内容がほとんど書かれていないため、スキルの詳細使用までは分かりませんが、フェアリンは継続戦闘型の人形に見えます。それではスキルを見ていきましょう。誤訳の可能性もあるため、その点はご了承ください。まずはパッシブから見ていきます。まず、ターン開始時に属性マスの上にいる場合、マスレベルに応じて移動力とスキルダメージが増加します。そしてダメージを受ける際、3属性マス上にいると、受けたダメージの一部を HP が最も高い味方へ移します。さらにスキルを使用すると、特殊スキルの使用回数を獲得します。特殊スキルについては後ほど説明します。また、移動系デバフとスキル禁止デバフに免疫があります。HP が高い味方は基本的にウェルロットになると思われるため、このパッシブによってウェルロットとのシナジーも期待できそうです。移動禁止、スキル禁止デバフを受けない点を見ると、等環境も意識しているようですね。通常攻撃には特に変わった点はなく、次はスキル1です。範囲ダメージを与え、3属性マスを生成します。デバフを2つ付与しますが、1つは誘惑、もう1つはフェアリンから受けるダメージ増加です。この効果を再度付与すると、追加ダメージが発生します。誘惑デバフがあるため、等環境でも使えそうですね。次はスキル2です。攻撃力と耐性ダメージ増加バフを獲得し、味方が自身の近くで敵にマス効果を与えるとデバフを付与します。このデバフは1スキルのフェアリンから受けるダメージ増加です。このデバフは再付与時に追加ダメージが発生しましたね。つまり他の味方を通じてもフェアリンのダメージを伸ばせるようです。さらに追加スキルもあるので、他スキルとの連携も可能ですね。次はウルトです。範囲ダメージと3属性マスを生成し、その後パッシブで言及されていた特殊スキルが使用可能になります。特殊スキルは範囲ダメージで専用デバフを付与します。単体対象に命中した場合、追加ダメージを与えます。特殊スキル使用後も使用回数が残っている場合、効果が強化された特殊スキルを使用できます。最大2回まで強化されます。強化特殊スキルは
専用デバフが付与された敵に追加ダメージを与え、さらに最大強化時には追加効果として敵が属性マス上にいる場合、敵の防御力が減少し、フェアリンは会心ダメージが増加します。つまりスキルセットを見る限り、スキルを使って特殊スキルをチャージし、ウルト後に特殊スキルを連発して爆発的な火力を出すタイプに見えます。3属性マスとのシナジーが大きいため、他の人形が事前にマスを設置しておくと使いやすそうですね。味方へダメージを移すこともできるため、タワー環境での生存力もある程度高そうです。特殊スキル時には追加移動もあるので、マップを飛び回りながら範囲ダメージを与える形になりそうですね。気になるのは3人形もそろそろ数が増えてきたので、次世代の3人形が追加されるタイミングかと思っていましたが、ベルロットやフェアリンからはまだ明確なコンセプトが見えにくい点ですね。共通点があるのか。フェアリンは前作の水着スキンがさらにパワーアップして帰ってきました。パーツ付きスキンですね。ブルマ、つくみず、セーラー服。そしてシュウカはバニーガールです。こちらは特にパーツはなさそうですね。ルイスに上位キーが実装されます。動画で公開された効果を見てみると、まず非属性人形が4人以上いる場合、ブリキの兵隊の階級が即座に1段階上昇します。そして階級が3段階ならターン開始時に鉱石を全て消費し、スタックごとに被ダメージと会心ダメージを上昇させます。メカニズム変更はなく、純粋な火力強化系の上位キーに見えます。ブリキの兵隊も強化され、本人も強くなりますね。この上位キーによってルイスは集荷とともに引き続き非編成のメインアタッカーを務めそうです。今回は大きなアップデートはなく、小規模な改善が入ります。近いうちに大型イベントが来るでしょうし、その時に多くのアップデートがありそうですね。まず天気メモが大量に追加されるとのことです。 UI も少し変更されるようですね。そして現在先行サーバーには毎日植物に水をあげて育て、花が咲くとヘレナにつけられるちょっとしたコンテンツがありますが、その利便性が改善されます。ヘレナに花をつける際、位置を指定できるようになり、水やりアラームや即時移動機能なども追加されます。また素材を使って作る料理については、料理開放に必要な素材が分かりやすく表示されるようになります。重要なコンテンツではありませんが、エルモ号で生活している感覚を味わえる小さな楽しみがさらに増えますね。このほかフローレンスイベントが常設化され、以前開催された勢力戦も改善された形で再登場予定です。今回の先行サーバー北蘭島まとめはここまでです。ありがとうございました。